死去。それにしても間に合ってよかった。危うく花嫁が灰になるところだ。他者に多くを望まない僕でも、さすがに灰の塊を花嫁にするほど我慢強くはないしね。お前はさ、君礼儀ってものが分かってないんじゃないの？僕さ、最初に名乗ったよね。それが相手と歩み寄る最初の一歩だからさ。あえて先に名乗ってあげたわけ。わかるでしょ？察せるよね、普通は。それをしないってことは、つまり相手の人格の否定だ。他者の権利の侵害だ。他们就是很看重这个权利、权能。悪かった。俺の名前は夏木スバルだ。そう、それでいいんだよ。相手を尊重することで自らもまた尊重される。当たり前の配慮が住みよい世界を作るんだ。ご講説ありがとう。とっとと焼けて消えてなくなれ。他们本身也有不和的，就是大队四教之间整装待发的感觉。ソワリエだよ。たった今焼き上がったばかりだ。要让我想到福田。やっぱりパームベームにすればよかったですかね。桐高さん、ソワリエが好きだといいんですけど。应酬小能手啊，奥托。这是不是也是一个那个大卫私教あ？遊び場じゃないのは承知の上さ。だってここはこれから僕たちの調理場になるんだから。何？おじさん、繊細にもならなそうだけど、まあしょうがないか。いただきます。这是什么能力哟？啊！あなたは一体。俺たち？僕たちは魔女教滞在司教暴食。所以他刚刚说什么料理？这么多大学校都在这集合了。吹了一口气就。多少のことなら多めに見てやれなくもない。だけどさ、愛する人を傷つけられたら怒るのは当然だ。それは誰もが持つ当然の権利で。だから僕が持っていて当たり前の復讐の権利だ。笑わせてくれる。その分度は私のものだ。私があの人からもらった宝物だ。仲間じゃないのか。スバル。赶紧把艾米莉亚救回来。あの子のことは俺たちに任せろ。お願いします。どうかティーナを。消えろ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 。今しいハンマごと返してくれる。さ、いい加減に気づけよ。他根本什么都没动啊，就。それ以上俺のエミリアに気安く触ってんじゃねえ。そんなに死にたいわけ？ベアコ今だ。準備はいいのよ。EMM。見たか。俺とベアコの鍛錬の成果。EMM。世界から存在を半歩だけずらす完全オリジナル魔法だ。インビジブル。プロビデンス。我去，哎，就是跟之前那个大卫私教那个技能似的。こいつはまだうまく使いこなせねえ。さ、花嫁が傷ついたらどうしてくれるわけ？女の子に優しくなんてのは誰に教わらなくても当然の。没人要做你的新娘。この世で一番優しくしたい相手がその子だぞ。花嫁って何のつもりだ。言ったろ、この子は僕の妻に迎える。黙れよ。エミリアたも俺の夢だ。くれてやれるか。エミリアっていうのか。可憐なこの子にぴった他りじゃ都不知道自己老婆叫什么。その子の何を見て花嫁なんてざれ言。顔だよ。顔が可愛い。愛なんてそれが全てでしょ。お前死んだ方がいいから。还是去死一死吧。
ティーナ、どこにやった？見つけた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 そうやっぱりそうごめんね気づかなくてごめんねでもやっぱりそうでしたなんだ？そこにいたのねあなた私の愛がやっと届いただから帰ってきてくれたずっとあなただけを待っていました愛しい愛しい私のペテルギウスやれやれ、付き合ってられねえな。哦，是因为刚刚那个技能さっ吗き？の手品を見てそんな気持ち悪い妄想したんだろうけど。はいはいありがとうどうもごめんね今取り込み中なんです用事が済んだなら早く去られては僕に命令するわけ？一途な思いなんて言い訳して勝手に相手の仮面を名乗るとか気持ち悪いって気づけよ。それってある意味ペテルギウスの権利の侵害だよね。私とあの人は愛し合っていただって日に何度も何度も目があった恐る恐るあの人のものを持ち出してほしくなれなかった食事の残りをすすって許してくれたし吐いた息を吸っても何も言わなかった私に名前をくれた笑ってくれた私だけやめろ！俺のためを思うなら周りを巻き込むな！あなたのお願いでもお断りしますだってやっとまたこうして会えたそれなのにあなたはまだ耐えろ我慢他说每个月去接，那不就是見たこともない精霊の娘を連れてどの口で待てとヤクザお前どうせ本当の狙いはあの薄汚い銀髪のハンマだろそんなにあれが恋しいならあなたの前で焼いてやるもうわけわかんねえよお前。さあ盛り上がってるところ悪いんだけどそろそろ時間なんだよね。这个城镇已经完全被他们都控制了呀？福音書に従うこの僕に感謝するといい。待て、その子置いてけ！考えたんだけどさ、式に神父側の列席者がいないのも寂しいし、横連母までしてた君を招待しないってのもちょっと哀れで薄情すぎる話だ。だからさっきまでの君の失礼な態度だけど、これでおあいこってことにしよう。不行，他们这次得再重来了。冗談じゃないのよごめんねでも冗談じゃありませんよ私の愛するペテルギウスならこう言います就是那个大脑在颤抖。生徒は愛を証明するためにあるのだと今はその人を預けます福音書の指示を優先しなくてはなりませんからごめんねでもまたすぐにあなたとは会えますすぐにごめんなさいかしらエミリアスバル天呐，这个掌声！不思議天呐，真的一模一样，还有眼睛。お姉ちゃんどうも歓迎されてねえみてえだし、おいともさせてもらうとすっか。なんでなんでもクソもねえや。コフランの荒削りってやつだろうが。言っちゃやだよゴージャスタイガー悪いな、それを待たせてんだ。フレド無理に引き止めて困らせてしまったらいけないわお客様にはおもてなしとソワリエをっていうものね就是他妈妈。ただいま。おっと、お客さんかい？お父さんゴージャスタイガー不審者よえ？大したことじゃねえさ。もう帰るってことだから気にすんな。ゴージャスタイガー怯えて逃げ出すなんて虎が聞いて呆れるわ别这样。大丈夫さっきすごい変だったお腹とか痛いああ、なんでもねえ。もし、お二人とも。なんか俺様たちに用があるってんですかよ。
妻から話を聞きました。他妈妈这已经完全是新的家庭了。大したことはしてねえよ。お礼をさせてください。私に何かできることがあれば。一個だけ聞きってえことがあるんだが。どうぞ。私で答えられるようなことであれば。あんたの奥さん、リアラってのは本当の名前かよ。それはどういった意味でしょうか。そのまんまの意味だよ。レイドはいつでも真っ向勝負ってな。本当はリーシアって名前なんじゃねえのか。あなたは妻の何を知っていらっしゃるんですか。そいつは俺様も知りてえことなんだよ。どうやらあなたには本当のことをお話しすべきのようですね。リアラは私と出会った15年前からその以前記憶がないのです。失忆了，見えたと。所以并不是把他们抛下了。私は商談の帰り道、大きな崖崩れの現場に遭遇したのです。妻はその土砂災害に巻き込まれ、生き埋めに。其实当时刚离开他们那会儿，就已经遭到意外，然后失忆了。あなたのお父さんを連れて戻るから、それまで待っていてね。事故のせいか、彼女は何も覚えていなかった。分かったのは着衣にあった取れかけの名札から名前にリの文字があること。そのまま彼女の名は夜に咲く花の名を取ってリアラと呼ばれるようになりました。それであんたと結婚したのかよ。私は妻を愛しています。彼女は私の妻で大切な女性です。こんなことを聞くのは忍びない。ですがお尋ねしたい。あなたは私の妻リアラとどういったご関係なのでしょうか。俺様はあんたの奥さんと何の関係もねえさ。哦，加粉。申し訳ありません。あなた、よかった。ゴージャスさんとミミさんも一緒で。リアラ、どうして。これ私が作ったソアリエです。味には自信があるんですよ。あ、おー、やったー、お菓子嬉しい。咪咪好可愛。ゴージャスタイガーとゴージャスミミはこれにておさらばだぜ。哦，好美啊！泣きそう。は？何を言い出しやがんだよ。なわけねえだろうが。カフが強いのは知ってるけど、別に強がんなくてもいいよ。リアラ、カフのお母さんなんでしょ。咪咪真的很聪リアラ明。の匂いすごい似てた。だからそっかなーって。なんだよそりゃよ。あの人は俺様の母さんなのかな。わかんねえよ。けど俺様が名乗り出ても何にもならねえ。よーしよし。何のつもりだよ。男ってなんか泣いていい場所じゃないと泣けないんでしょ。多分女の胸の中だった気がする。腫れた女の胸で男が泣いてもいい。お嬢が言ってた。誰がてめえみたいなチンチクリに惚れたってんだよ。大丈夫。カーフが惚れてなくてもミミが惚れてるから。ほら、カーフに惚れた女ミミ、その胸だから泣いても大丈夫。高加粉。
に行かなくていいの？有咪咪在身边真的很好啊。ミミお母さんとかいないからよくわかりませんな。母ちゃんわかんねえのか？そうだよ。三つ子だから育てんの苦労しそうって捨てられたっぽい。啊，あ、そういえばソワリエ食べよおお。うめえな。ったく、めめしいったらねえぜ、俺様へ。クズ肉の皆さん、聞こえてやがりますか？私は魔女教滞在司教色欲担当、カペラ・エメラダ・ルグニカちゃん様です。ひざまずいてひれ伏して糞尿垂らして惨めったらしくない这又是クズ肉ども。这又是另一个，他们这城镇直接全完蛋。お、目覚めたみてえじゃんか、兄弟。おうよ、いっぺん見りゃ忘れられねえアルさんよ。他的腿めんどくせえ状況だな、兄弟。エミリアとベアトリスはお姉ちゃんの方は知らねえが、兄弟の相方の養女ならあっちに寝かせてあるぜ。ベア子、無事でよかった。本当に。走っちゃダメだよ。スバルキュンの傷は絶対安静なんだから。他很上朝那个治愈来着。見つけた時はあんまりグロいんでビビったぜ。ちぎれかけの足をベア我还以为会重来呢。それをフェリちゃんが重ねて直してくっつけたってわけ。これ寝てるだけなのか？仮死状態に近いみたい。限界までマナを使った反動ってやつだよ。限界までって。あのチビが涙目で呼ぶもんだからついてったら広場が血で真っ赤っかだった。ルスベル兄弟と同じ怪我した奴らがゴロゴロ転がってるのをその幼女が治癒魔法で何とかしててよ。哦，所以用尽了。ベアトリスは大丈夫なのか？このまま寝かせておくだけじゃ回復しない。眠ってる理由はマナ不足だから、それが補えれば目覚めるはずだけど。さあ、泣き言ほざいてる暇はねえ。俺もはいそこまで。一人でかけていって何がどうなるの？命の無駄遣いなんて絶対しないで。悪い、焦りすぎてた。ああ、そうや、足の礼も言ってね。別にお礼が欲しくてやってるんじゃにゃいの。言われた方が気分はいいけど。助かった。ありがとう。どういたしまして。あるも助かった。ちなみに俺はちゃんと礼が欲しくてやったことだぜ。上にクルシュ様たちが集まってる。エミリア様を助けたいんならスバルキュンも話し合いに参加して。魔女教対策本部已经要结束了。けどなんでミューズ紹介なんだ？ここを仕切ってるキリタカさんがプリステラの10人会。都市で一番偉い10人の一人やって理由やね。あのキリタカがマジで？キリタカ様は立派な方ですよ。今は避難指示の手配で手が離せないそうです。それで町の状況は？その前にこちらからも質問を。スバル様が遭遇したのは魔女教の滞在司教に間違いありませんか？俺の足の傷とエミリアを連れ去ったのはどっちも滞在司教の仕業だ。そうなるとやはりあの放送は事実と考えて間違いなさそうですな。放送？実は今から1時間ほど前に放送があったんです。それが魔女教？奴ら都市庁舎のミーティアを奪ったのか？根本就是无法无天，肆意妄为。塔のてっぺんには魔女教の紋章の書かれた旗が掲げられています。もし水門が開放されればプリステラの町は一瞬のうちに水没してしまうでしょう。放送は突然でした。声の主は直接全被淹死滞在了。司教。色欲？憤怒でも強欲でもなく？はい。还有个暴食呢。カペラ・エメラダ・ルグニカと名乗り、プリステラは自分たち魔女教の手に落ちたと告げました。3人目の滞在司教？町の人たちに混乱は？もともと水災に備えた危機管理が行き届いていたおかげで混乱は驚くほど抑えられています。住民はそれぞれ避難所に。奴ら何がしてんだ？
この都市に眠る魔女の遺骨。夏希くん、プリステラの成り立ちについては聞いてる？確か都市そのものが何かを捕まえるための罠だったって。そう、その罠にかけられたんが九段の魔女やったって話なんよ。都市を水没させて魔女を滅ぼした。所以他的遗骸在这个水底。言うてな。所以这些大学校都盯上了这儿。ゴージャスタイガーさん、私の子供たちを見かけませんでしたか？今日は朝早くから遊びに出かけてしまって、2人とも避難所にもいなくて。あの2人が？はい、それにあの放送、あれを行うためのミーディアは都市庁舎にあるんです。夫はそこで働いていて。カーフ、ごめんなさい、大丈夫です。あの子たちも毎朝都市の放送は聞いているし、あの人も昔から抜け目がないから。あんたもこんなことなんだわ。俺様が見つけ出してきてやる。哦，这集真的是看得我很着急，但是总觉得就是剧中的大家不是这么着急似的。后面就已经好几个大队私教都现身了吧，算是，就是大家的这个会议开的也是不紧不慢，好像没有什么危机感，但是我反正是挺紧张的。像那个色欲，他那个广播不是已经广播了有一段时间了吗？但是感觉就是到就是街上大家有什么慌乱，或者有没有什么部队出来的，就是进行一些保护工作。不知道这个王国到底是谁在治理。这集最炸裂的还是前面，就是愤怒大队私教，他看到了带舵那个就是技能之后，然后就开始自爆，就是他心上人就是那个带舵私教。我最开始看他那个名儿，什么佩特鲁吉乌斯，我根本想不起来是谁。我只记得什么罗曼尼康帝之类的，但是他显然就是应该是对486他的那个技能有反应，所以还说喜欢他。他说的词儿是我们每天都会四目相接好多次，我不知道为什么看成了每个月都来接他，我就一下想到了裘斯和就是艾米莉亚她的妈妈，就是姑妈吧，应该算是。这样的话应该就不是，因为他说他们每天都能四目相接，但是不知道这是不是只是他单相思，就是这个愤怒大队私教他一味的这个幻觉幻想时间吧。但是我觉得带舵私教应该是不喜欢任何人的，他对于魔女教的虔诚是无法比拟的。就是还挺惊讶，不仅他们这个大队私教之间他们并不是相互合作的关系，甚至有点互相看不惯，但是同时还会有这种单相思的情况在。我以为他们一心都只爱着魔女之类的。他们这些私教都是顺着这个福音书的指引，所以聚集到了这儿，就不知道这个指示将他们引往哪一处。就是他本身就有魔女的遗骸，就是在这个城镇里嘛，就可能他们需要把它找出来，可能要复活，或者说是怎么样激发一下，就是魔女的遗骸能达到什么样的一个目的。这一集最喜欢的还是就是加菲他和咪咪这一段，他抱着咪咪痛哭。我觉得这2集这个开头就是把加菲的这个心路历程铺垫的还是非常好，感觉这个人物弧光完善的非常好，就是他内心是有脆弱软弱的一面，就像猎场者出现的时候他想去逃避。我真的觉得这也算是一个很温柔的处理了，就是他母亲并不是抛下了他们俩，而是就是他失忆了。我觉得加菲他一直以来不能原谅母亲的这个心结应该也能够有所释怀，但是归根到底失忆这样子的事情，我觉得就加菲他还是要面对很多那种无力感嘛，明明他放在心上很久的这件事情，其实到头来并不是他想的那样。那他一直以来对他母亲的这些执念，到底应该就是怎么样去处理这样的心情？我觉得加菲他真的是介于这种欢喜和无奈这样夹杂的情绪中吧。明明看到自己母亲还活着，而且终于能重聚，但是呢却无法相认。我觉得他不想去破坏这样一个美满的家庭，母亲显然已经有了这种完全新的家庭，过着很幸福的生活。那这个时候他还要去搅乱他的心声吗？对于加菲来说也是另一种残酷吧，真的还是很心疼的。还好就是身边有咪咪，她这么的可爱，真的是给加菲了很多陪伴和力量。高兴能看到加菲终于能够释然的哭一场吧，虽然我倒是并不觉得男孩子不能哭了，但我觉得他这样情绪有一个出口，而且他身边还有一些其他会爱着他的人，鼓励他支持他的人，
加菲一定程度上还是幸运的，我还是很看好他未来的这个旅途的。明明自己已经缺少了这种母爱，但是呢，他还是会想去帮助自己的母亲，去找他的孩子，直到最后，他也还是想去守护他母亲这个温馨的家庭。最后这一幕真的太帅气了，加菲这几个私教都陆续就是在水门中出现，真的让我不知道该怎么赢了。而且现在贝蒂他也已经等于说是假死嘛，就需要去休息。艾米莉亚已经被抢走了，虽然剩下这些人战力也很强，但是感觉心里还是没什么谱。主要是感觉这些大队私教怎么都这么强啊，就每一个都很有压迫感。再加上他们如果把水放进来的话，整个城镇就直接淹了，就是感觉还需要考虑的部分挺多的。我也很期待，就是他们之后会出来什么样一个周全的计划吧。看到这一集486，他们没有就是直接让自己死亡回归，其实也是受了第2季，我觉得他的这么一个成长吧。他身边还有这些关心他的人是不忍心去看他去死的，其实也挺意外，就是没想到是这样子开局，真的要继续就是这条时间线。还有就是那个出现在水门口那个暴食，现在真的是奥兔一个人在面对暴食，我就还挺担心的。但是既然暴食出现在这里了，如果打败他，不知道能不能就是对库尔修或者说是雷姆他们有没有什么帮助吧，就可能会获取一些比较有利的情报。那这是马尔奇帅，我们下期见，拜拜。